助っ人ですね。助っ人？はい。もうダメだ。一番ひどかったかもしれないです。ロングロットのメリットとデメリットについてギボさんと一緒に話していきたいと思います。ギボさんといえば知ってる人多いと思うんですけど、沖縄の釣りをエギングからルアーまでいろいろ開拓してきた人なんですけど、助っ人で来てくれてるのでゆっくりやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロングロットといえば、一般的な飛距離が出るっていうメリットは誰でも知ってると思うんですけど、例えばナブラが立ってるポイントがある。でそのポイントがどうしても今持ってるタックルロットでは届かない、どんなにルアーを重くしても届かないっていうところで、そこでどうしてもロングロットの優位性っていうのが出てきます。今日はロングロット体験ということで皆さんに集まってもらいました。今からみんなにも投げてもらって、その飛距離の違いとか使いやすさとかをちょっと見てもらえたらなと思います。長い竿を使う上での注意点なんだけど、このショートロット投げるときピシッて投げたりするじゃん。こうやってピシッてやると結構折れやすい。この辺にルアーの重みを乗せないといけないんだけど、その長くなればなるほどピッてこの一瞬の力では伝達しなくて、グッて投げないとこっちまでルアーの重みが来ないわけだから、普通のショートロットだとピシッて投げるんだけど、ロングロットは結構こういう感じ、じんわりシュッっていう感じで投げていく。こうって投げたらもう竿先がパーンと折れるから、それだけはもう気をつけて。うまい今使ってもらったんですけど、多分僕の竿ってのもあってちょっとみんな遠慮気味に投げてたんで、僕がプロキャストしたいと思います。1234101011112ぐらいですね。112回転、112回転、負けて、このスペック上で、1回転あたり88センチなので、計算したところ約98メーターぐらいは飛んだということですね。ちなみにつけてるものはこれは、20グラムのシンキングミノーで、約98メーター飛ばすことができました。これも控えめに、スペック書いてて、ルアーウェイトマックス15グラムってなってるんですけど、その上でもこれも20グラムの、シンキングミノーも、ちょっとコツをつかめば投げるようになれるのでっていう感じですね。飛距離がすごくてすごいでしょ。はい、とても絶対届かないよね。はい。96っていうこのロット2つ作ったんですけど、もうタイプが全然違います。長さは一緒なんですけど、この ML と呼ばれるロットはもうめちゃめちゃ柔らかいです。このロットのイメージとしては、ルアー竿と磯竿を少し混ぜたようなロットが欲しいなっていうのがあって、作りました。深瀬やってる人とかだったら分かると思うんですけど、結構深瀬で使う針ってめっちゃ小さいんですよ。ちっちゃいんですけど、狙うターゲットって50センチ台とか結構大きい魚を狙う上で、竿がクッションの役割を果たしてるんですよね。この竿が吸収してくれることによって針が瞬間的にかかる負担を減らすっていうのが竿の役割ができていて、でその感覚っていうのが、沖縄で言えばオニヒラージがちっちゃいベイトを食ってる時のマイクロベイトパターンとかに、代用できないかと思ってて、硬い竿でちっちゃいルアーを投げるとヒットするのはいいんですけど、その後に針が曲げられたりだとかスナップが伸びたりだとか、そういうトラブルでバラしてしまうことがたまにあります。でそういったところをなんとか竿でカバーできないかって思った時に、磯竿のような竿を作れば針が伸ばされたりっていうのはなくなるなと思ったので作りました。でそれプラスやっぱりロングロットといえば飛距離もやっぱもちろん出るので、飛距離も出つつそのクッションの役割を持たせるっていう、このいいとこ取りのロットがあんまり出回ってないので、これが欲しいなということで、この ML は作りました。たまん狙いとかでも結構小さいルアーを使うことが多いと思います。例えばシンキングペンシルの6センチとか、大きくて9センチとか、結構ちっちゃい方だと思うんですよね、魚の大きさに対して。そういうちっちゃいルアーを使って、大型のタマンをとか、オニヒラもそうなんですけど、を狙うってなると、専用ロットがやっぱり必要だなって思って、それはなぜかというと、ちっちゃいルアーを使う上でやっぱり飛距離を出すってなると
細いラインを使わないといけないと思います。 P が1号とかもっと細くなれば 0.6 号とかになるんですけど、沖縄の魚はやっぱ引きが強いです。タマンとかガーラもめちゃめちゃ強いんですけど、それに対してやっぱ P0.6 号から1号となると普通に硬いロッドで戦うとすぐにもう高切れか切られてしまうっていうデメリットがあります。今つけてるこのリールが C3000 番なんですけど、結構沖縄で一番使われる番手がやっぱり2500番前後だと思います。でこれ C3000 番なのでボディ自体は2500番のリールなんですけど、これぐらいのリールが、ドンピシャで当たる。で大きくても4000番ぐらいが上限なので、普通に普段は河川で釣りしてる人とかがやっぱ2500番とかチヌ狙いとかで使うと思うんですけど、そのまま同じリールをセットしてリーフに持っていって大きい魚も一緒に狙えるよっていう、メリットがあります。でもう一つですね、 MH と呼ばれる、結構強いタックルなんですけど、パッと触る感じだとオーバータックルなんですよ。結構持った感じ、たまん狙いでも結構これ強すぎないって思うぐらい硬いんですよね。でイメージはもうヒラスズキロッドと、ショアジギングロッドの間みたいな感覚です。曲がりとかパワー的には、ヒラスズキのロッドとかだとやっぱりちょっとこの弾性が高すぎてこの瞬発的な負担に折れたりとかして、去年使っててちょっと何回か折れるっていうことがあったので、吸収してくれる、しっかり曲がってくれるロッドが欲しいなと思って、で今やはりそういうロッドも出回ってないというところで、ガイド系も大きくして、太いリーダーを入れて大きい魚が来ても瞬発的にパンと折れることがないようなロッド、それがこの MH になります。続きましてこちらですね、アスタロットの 96MH ですね。はい。これにステラの 6000HG、こちらで P3 号ですね。メタル軸の 80g です。メタルジグの80。はい。はい。巻いていきます。じゃあいきます。1、2、3、4、20、26、27。今127回転することができて、1回転あたり、最大で108センチ巻くことができるので、計算したところ、130メーター、以下にはなるんですけど、マックスでそれぐらい飛んでるということで、本当に十分ですね。これもルアーウェイト本当にマックス 40g にしてるんですけど、今投げたメタル軸が 80g。ただそのしっかりバットの部分に、ルアーのウェイトを乗せることができれば今みたいにフルキャストすることもできるので、そこもコツ次第では使える幅が広がりますよっていうようなロッドです。でこの 96MH はタマンとか10キロクラスのローニーアジとかそのガーラ系オニヒラアジもそうなんですけど、そういったものを狙うために作ったんですけど、最近ですね残波岬に行ってこのシーラとかですね結構やってるんですけど、このシーラを狙う上で偶然気づいたことがあって、この現場に行くと結構波が荒れてることが多いんですよね。波が荒れてて、でその波の水面にシーラがいるんですけど、船だったら一緒に上下するんですけど、陸からやってるとここって上下しないじゃないですか。この向こう側だけでこうやって上下してるんで、この波の中にいる魚の上下も全部竿がこうやって吸収するんですよね。でそこで硬い竿でやってると、このクッションが波のクッションをうまいことできずに負担がかかって緩くなってかかって緩くなってっていうのを繰り返すんで、針が外れやすくなるんですよ。でそれが竿がグニャングニャンとゴムみたいに曲がってくれることによって、波の上下を竿がオートマチックに吸収してくれることによって魚が外れにくいっていう、メリットがあってですね、パッと見これは、ルアーマックス 40g といって、沖縄でこういってショーチキングでシーラを狙うにしては、ライトすぎるぐらいのロッドなんですけど、ただ40g というのはちょっと控えめに表記してる、ものであって、実際ちょっとコツとかもつかめば、これ 80g なんですけど、もう表記してるルアーウェイトの倍の重さあります。だけどこれぐらいでも投げることができるっていうのがあって、かなりの向かい風でもこの 80g をフルキャストして、使ってこのシーラを、何匹か取ったんですけど、そういうメリットもあってですね、他よりやっぱバラシも少なくなるし、プラスちっちゃいルアーも投げれるっていうことがあって、そのパターンで結構今年はいい釣果を出すことができました。ショートロッドはやっぱアクションはしやすくて使いやすいんですけど、フルキャストした先ででかいやつをかけるとヒットした直後にもすぐ走られて切られるっていう、デメリットがあるので、
少しロングロットで高い位置からプレッシャーをかける、このわずかな差でも結構超過には、影響が出ます。いいね。いいね。飛んでるね。あ、今やばい。だいぶ特性違いますでしょ。あ、全然違う。重さどんな感じだと思う？思ったよりは全然重くなくて、うん。なんか本当に 80g 投げてるのかなって感じぐらいで投げやすいです。この96シリーズ、通常のロッドよりガイド数が多いです。なんでガイド数が多いかっていう利点は、沖縄っていうポイントは年中結構風が吹いてるフィールドなんです、内地に比べて。その風が吹いてる時に投げ方をちょっと間違うと、ガイドとガイドの間の間隔が開いてる場合、リールからラインが出た時にこのブランク竿自体に干渉して飛距離が落ちます。まずデメリット。最悪はラインがガイドに巻いてしまって、下手すれば最悪折れる場合とか、ガイドを破損したりとか、ラインが切れたりっていうで、なおかつこのガイドの足の高さをギリギリちょっともうこの素材に近づけることによって感度を上げるっていう、絞ってバタつきを抑えることによって飛距離が出るっていうメリットがあるんですね。だから他のメーカーさんよりガイドの間隔を詰めて、ガイドの口径をもうギリギリ大きくして、リーダーの抜けを良くしてっていうのがこのシリーズになってます。どっかで見たことある人、急に現れたんですが、どういうことですか？助っ人ですね。助っ人？はいちょっと飛距離が足りないって言ってるんで、全部出すと思いますよ。そうなんですか。てか、お前遅れてきたから出せよっていう話です。じゃあお願いします。俺より飛距離出してよ。何メーター出せばいいですか？150出せばいいかな。ペース挑戦しよう。てか、ところで誰なんですか？昇竜くんです。はい、翔くんで。挑戦者第一刻しました。はい、じゃあ、全部糸出してくれるということで。もうスプールも見せますよ。スプールの底も見せる。下巻きも見せる。下巻きも全部通します。ビッグマウスぶりがすごいですね。やばいですね。早速やってもらいましょう。はい。家でじゃあ着水した。どこ着水した？スプールなかったっすね。出るか。これ結構バットな見本やん。ピシャってなってましたから。今今脳神カー投げてんのかなと。もうダメだ。一番ひどかったかもしれないです。で結構最初はやっぱり不慣れな感じで飛距離出すの難しかったと思うんですけど、ただもう後半はみんながっつり投げ切れてて使いこなしてたんで、今後ですねみんなもその飛距離のアドバンテージも理解して、でそのメリットも理解していい魚と出会ってもらえたらなと思います。まあロングロッドを使ってちょっと未体験ゾーンを味わってほしいなと思ってます。今までみんなが投げてないところに投げれたりして嬉しかったです。ロングロッドを使ってとても長い距離で出せたので、とても楽しかったです。初めて使ったんですけど、自分の釣りの幅を広げていきたいです。興味ある方はぜひロングロッドの世界にもちょっと足を踏み入れて釣りしてみてください。というわけで、じゃあお疲れ様でした。Fishing gang,